はい、どうもどうも。いきなりなんですけど、皆さんはツインクォーツっていう言葉を聞いたことがありますか？ツインクォーツは今では作られていませんし、ほとんどの方はね、聞いたことのない言葉だと思います。今回はセイコーが1970年代後半から1980年代前半まで製造していたツインクォーツの仕組みを解説します。めちゃくちゃ面白い仕組みなんで、クォーツ式にね、興味を持ってもらうきっかけに、なればいいなと思ってます。セイコーは1969年12月にクォーツ式腕時計を世界で初めて発売しました。有名なセイコークォーツアストロンですね。それまでの機械式では調整に調整を重ねてようやくたどり着くような精度のレベルが、クォーツ式の登場で、量産が可能な形で簡単に出せるようになりました。で当時は精度の良さっていうのがいい時計っていうのの第一条件だったんで、クォーツ式が世に出た後も各社各メーカーはさらなる精度向上を目指して開発を進めます。その中でセイコーが開発したのがこのツインクォーツです。目印は独特のマークです。初めて見る方もいるかもしれないので先に紹介しておきます。セイコーが1970年代から1980年代中頃にかけてクォーツ式腕時計につけていたのが上のマークです。最近のねグランドセイコーが文字盤の模様として、使ってたりはするんですけど、もう使われなくなったマークです。そしてそのクォーツマークを2つ並べた下のものがツインクォーツのマークです。でツインクォーツは実際のところ、そんなに長く作られてませんので、こちらはね初めて見るっていう人も結構多いんじゃないかなと思います。で名前とこのマークが示す通り、ツインクォーツのムーブメントには通常1つしか載せられていない水晶振動子が2つ載せられています。ツインクォーツは1978年に諏訪製鋼社と第二製鋼社がそれぞれ開発します。仕組みは後で詳しくやるんですけど、このツインクォーツは当時セイコーの高価格帯のモデルに採用されました。当初はスーペリア、グランドクォーツ、キングクォーツみたいな実用時計と言われるシリーズにね使われました。でおおよそなんですけど、1980年から82年頃が一番広く展開されていた時期で、それまで一部の機種にしか採用されてなかったツインクォーツがクレドールとかドルチェとかシャリオみたいなドレスウォッチ、スタイルウォッチって当時は表現されてましたけども、そういったものにもね一部で使われるようになりました。今の大半のクォーツ式は月差15秒ぐらいの精度です。月にね15秒ぐらいのズレが起こりますっていう精度ですね。でいいものはもっと精度が高いんですけど、大半のクォーツ式はそのぐらいだと思ってください。でこれは1970年代においてもね同じぐらいでした。ただ、今はね電波時計とか GPS 時計みたいな時間を補正する仕組みがあるんで、そうしたタイプならねほぼ誤差がなく、動きます。ただ当時はそうした時間を補正する仕組みが確立されてないので、月差15秒のズレっていうのをねもっと減らそうと開発が続けられます。でそれでどんどん精度が良くなって、月間のズレを表す月差っていう表現からね年間のズレを表す年差っていう風に精度の表現も変わっていきます。で年差っていうのはね、機械式では到底たどり着けないもう領域のもうそういう精度ですね。年差で精度が表現されるクォーツ式は年差クォーツといったね表現が一般的に使われたりします。で1970年代で、年差クォーツを販売していたのはごく一部のメーカーだけでした。でセイコーのツインクォーツもそうした初期の年差クォーツの一つです。クォーツを年差レベルで動かしていく方法は当時はね手探りで各社がいろんな手法や機構を採用して、やっていました。でツインクォーツっていうのはセイコー独自のね仕組みだったわけですね。ツインクォーツの交渉精度をまとめたものを画面に表示しています。セイコーが謳っていた精度なので実際のところどうだったかっていうのはちょっとわからないんですけど、整備さえしっかりしていればねこれぐらいは出ていたようです。で一番精度の高いもので年差5秒です。今でも年差5秒って言ったらね相当な精度ですね。
で最初に発売されたアストロンが月差5秒だったので、約10年かけてそのズレを10分の1以下にしたっていう感じです。でツインクォーツにもいくつか種類があって、大きく分けて99系と92系、97系、96系、94系、5つありました。で諏訪成功者が最初に作ったのが99系、第二成功者が最初に作ったのが92系で、各成功者がそれぞれ発展させていきます。で同じツインクォーツって言っても諏訪製と第二製では仕組みが違うんですよね。でこの動画で紹介するのは諏訪成功者の99系についてです。取り上げた理由はね、その99系92系のムーブメントの優劣っていうよりも、諏訪のツインクォーツの方がね仕組みが面白いんですよね。それがね取り上げた理由です。で前置きはこの辺にして本題に入っていきます。まずクォーツ式の仕組みがちんぷんかんぷんだったら、ここからの話聞いても意味がなくなるので、ものすごく簡単にクォーツ式の仕組みに触れておきます。簡単に言えばクォーツ式は水晶振動子の振動を数えて、それに合わせてステップモーターで秒針を動かします。水晶は電気を流すと一定の周波数でね振動するっていう性質があって、それを利用した仕組みです。でこの周波数にはいろいろあるんですけど、今一般的なのは1秒間に3万3000回ぐらいの振動をするタイプです。この水晶振動子の動作が安定していれば時計の精度も安定するわけなんですけど、難しいのが水晶の振動数っていうのはね、温度の影響を受けるっていうところです。このグラフは水晶振動子が温度によってどれぐらいの影響を受けるかを示したものです。横軸に温度、縦軸に周波数のズレを置いています。例えば縦軸の周波数の変化量が0の時、グラフでは点線の横線を引いてるんですけれども、その時に周波数のズレはありませんので、腕時計も正確に動きます。ところがこのグラフは25度付近で0になってるんですけど、温度が25度よりも低いと周波数も小さくなりますし、逆に25度よりも高くても同じように周波数が小さくなっていきます。水晶振動子にはちょうどいい適温みたいなものがあって、その温度が維持できれば正確な時間が測れるんですけど、温度が低い方にずれても高い方にずれても規定の周波数より少なくなってしまって時間が遅れてしまいます。これは例え話なんですけど、人間でもねちょうどいい気温の時は活発にこう動けるんですけど、冬で気温が下がると、動くの嫌だな、布団から出たくないなってなりますし、夏で暑すぎてもうわだるいな、動きたくないなってなってね、なると思うんですよ。水晶振動子にも似たような特性があって、適温の時はねいいんですよ。ただそこからずれると周波数が下がってしまって、その動きがね悪くなってしまうっていう特性があります。ここまでの内容は説明しやすいようにね少し話を単純化しています。もう少し細かなことを言うと、水晶振動子に使う水晶の加工方法によって水晶の温度特性っていうのは変わります。水晶振動子に使われている人工水晶をどういう角度でカットするか、そのカット方法で先ほどのグラフの形が変わってきます。当時一般的だったのは X カットっていうね切り方でした。で今出しているイラストで言えば水平方向に水晶を切って使う方法です。で先ほどのグラフはこの X カットで切り出した水晶の一例なんですけれども、他で言えばねよく使われるカット方法として AT カットっていうものがあって、これはね水晶を斜めに切る方法です。それでグラフで25度を頂点にした二次式でね、表現される曲線を描いてるんですけど、これは、5度だけ傾斜をつけた X カットなんですよ。で同じ X カットでも切り出す角度がわずかに変わると頂点となる温度が変わってきます。今、グラフではね赤色で別の曲線を2つ引いてるんですけれども、角度を変えて、微妙に角度を変えて水晶を切り出すと同じ X カットでもこういう感じで頂点がずれた温度特性を持つようになります。ここでポイントが一つあります。
同じ X カットであれば、切り方でね頂点の位置は変わります。それぞれの温度があります、角度によって。そうなんですけれども、放物線の形自体は変わらないっていうところがポイントです。水平に移動させればぴったりこうグラフの線が重なるような、そういう関係にあります。少しね数学的な言い方をすると、二次関数の二次項の係数が、一定の値を取るっていうね表現になります。水晶振動子が温度による影響を受けるせいで、クォーツ式にもズレが出てしまうわけなんですけど、同じグラフでどれぐらいずれるか見ておきましょう。このグラフの縦軸は10のマイナス6乗というね単位なんで、メモリの数字をね100万分の1にした値だけ、振動する回数がずれることを意味してます。で本当にねわずかな数なんですけど、積もり積もるとね結構大きな差になってしまいます。1日を秒に換算すると8万6400秒になります。で30日間では、かける30をして約260万秒です。で月を秒で数えるっていうことはほぼないんですけど、こう見てみるとね結構大きな数字になりますよね。なのでもし周波数が100万分の1ずれたとすると、30日間で約 2.6 秒のずれが発生します。で今は100万分の1のずれだったんですけど、このずれが大きくなるともっと月差は開きます。で最初にクォーツ式は月差15秒ぐらいが一般的っていうふうに言いました。でそこに収めるには今赤色で表している範囲に周波数のずれを抑えないといけません。で月差15秒でこれになるっていうことは、もし年差を目指すとすればこの赤色の範囲のさらに10分の1ぐらいに抑えないといけなくなるわけで、水晶の温度特性を正確にね補正する仕組みが必要になってきます。理想的な補正を考えるとグラフの青色の線のようになります。ちょうど下のグラフを黒で表されたグラフを鏡で写したような形です。で温度による周波数の変化を打ち消して、この青色の補正を加えると正確な時間が測れるようになります。でこうやってね言うのは簡単なんですけど、実際やるとなるとこれがなかなか難しいわけですね。で今は温度センサーで温度を測って細かく補正していくっていうことが可能なんですけれども、当時は温度センサーで補正する仕組みはありませんでしたし、コンデンサを組み込んで補正してました。ただそれでは年差レベルまで周波数を補正はできませんでした。また先ほど水晶のカット方法がいろいろあるっていう話をしました。X カットの他に AT カットっていう選択肢もあって、当時からね AT カットの方が温度変化に強いことが知られてました。そうなんですけど AT カットっていうのは電力の消費が大きくてね小型化しにくいみたいな短所があって、セイコーは X カットを補正する方法で、年差クォーツを目指したわけです。話はそれるんですけど、シチズンは逆に AT カットの研究を進めて1970年代に高精度クォーツを作っていきます。昨年ねシチズンが年差1秒のエコドライブを発表しました。これ当時の話じゃなくて今の話ですね。であれにも AT カットのクォーツが使われてます。でこの AT カットに対するこだわりっていうのはシチズンの伝統みたいなところで、クォーツって一括りにするとちょっと味気ないんですけど、実はこう細かく見ていくとメーカーの色っていうのがちゃんとあってね、やっぱり面白いんですよね。で話を戻して、ともかく当時の成功は補正の仕組みを整えることで年差クォーツを目指しました。で水晶振動子の温度特性をどう補正するかっていう課題をもう少し噛み砕いて言うと、温度によって変化する特性のある水晶振動子を温度を測らずにどうやって補正するかっていうことになります。で変化の原因を測定せずに変化に対応する仕組みを作るっていうね、まるで謎かけみたいなもんなんですね。でそんなことできるのかって普通は思うと思うんですけど、それをやったからこそ99系のツインクォーツは素晴らしいし本当にね面白いんですよ。本題に入ると言ってだいぶ経ちましたけどお待たせしました。ここからが本当の本題です。まず今出してるのが99系の中でも9943と呼ばれるムーブメントの外観です。
グランドツインクォーツで使われていた機械です。で、向かって右側の上と下に水晶振動子があります。救急系ではこの2つの水晶振動子で振動数の差を測って補正する仕組みです。一応メインとなる方を赤、サブとして働く方を青で塗り分けてます。見た目にもね面白いですし、今のねシースルーバッグとかでねこう見せると面白いんじゃないかなと思うんですけど、今のね復刻ブームに乗って出してもらえると、私なんかすごい喜ぶんですけど、ないんでしょうね。この2つのクォーツは全く同じ温度特性ではなくて、わざとずらしたものを使ってます。先ほどカットの仕方で頂点温度は変わるっていう説明をしたんですけど、それをうまく使ってるわけですね。それであくまでメインはクォーツ A の方です。でこの曲線の上方向に補正のグラフが描ければ補正成功っていうことになるんですが、それをどうやってやったか順番に説明していきます。まず2つの周波数の差を取ります。温度によってね周波数は変わるので、その差も一定ではなくて温度によって周波数の差は変わります。でその周波数の差を表したのが赤の直線です。クォーツ A もクォーツ B も放物線の形が一緒、つまり二次関数の二次項の係数は同じなので、これらの差を取ると一次式、つまり直線になるわけです。で2つの放物線がちょうど交わる温度でズレがゼロになるような直線が描けます。この周波数差をうまく使ってね補正していきます。理想的な補正の曲線は下に凸のグラフでした。なので振動数の差の絶対値を取って少しね形を近づけます。どうですかね、ちょっとそれっぽくなってきましたね。ただそのままでは直線的な補正になってしまって、クォーツの二次関数を取る温度変化に、対応できません。そこで周波数の差を2乗してさらに係数をかけます。そうすると先ほどの V の形が U に変わるわけですね。で2乗して係数をかけたのは、理想的な補正に近づけるためで、グラフの形を整えるためっていうふうに考えていただければねいいと思います。そんなに難しく考える必要はありません。というわけでいろいろごちゃごちゃ計算をしたんですけど、2つの水晶振動子の周波数の差をうまく使うことでクォーツの温度特性を補正する曲線がこういうふうに描けます。でこれの面白いところは温度を直接測らずに補正をしてるっていうところです。頂点をずらした2つの振動子の周波数差が温度変化によって変わるわけで、その、差を読み取って必要な補正を計算する仕組みになってます。まるでね手品を見せられているような、なんか面白さがありますし、あと一つ一つは不完全なものでもそれをこう組み合わせることでね完全なものに近づけようとするところがねなんかロマンがあっていいんですよね。1+1 が2ではなくて3以上になるみたいな、話がねされることがあると思うんですけど、このツインコーツの仕組みっていうのはね本当にそういういい例じゃないかなと思います。さてここまで救急系のツインコーツの補正の仕組みを解説しました。この仕組みが機能するには2つの水晶振動子の温度特性がちゃんと設定できてないといけないわけです。そのためにこのムーブメントには水晶振動子を調整するトリマコンデンサが2つ備わってます。でこの、調整がねちゃんとできてないと元になる周波数もデタラメ、補正もデタラメになってしまって精度が出ません。なので今救急系のツインコーツを手に入れて当時の精度が出るかっていうとそうではないんですよね。で調整ができればねかなりの精度が出るんでしょうけど、それができなければね、意味がない仕組みになってしまってます。でツインコーツはヴィンテージの腕時計として、この救急系も含めてね売り買いされてます。ただそういう精度に対する過度な期待はねしないよう注意してください。今回はツインクォーツの仕組みを解説しました。もともとは古い成功クォーツのね、話をまとめる動画を作ってたんですけど、いざまとめようとするとねあれもこれもとなって、このチャンネルはもう恒例だとは思うんですけど、またまたボリューミーな内容になってます。で完成はねもう少しかかりそうです。でそれでその動画の中で扱えそうにない内容がねいくつかあって、このツインクォーツも
スピンオフ的な感じで作りました。本編をまだ出してないのにスピンオフっていうのもちょっと変な話なんですけど、もう一つね本編で扱えないテーマがあって、それを作ってからね最後本編の仕上げを、しようかなと思ってます。で機械式がもてはやされるのもあってね、クォーツ式はどこかこう下に見られてるところがあります。で面白い話はねクォーツ式にもたくさんあるのに、それが、一般的に顧みられなくなっているっていう状況があります。でそんな中でこの動画はクォーツ式への理解を深めて、さらに興味を持ってもらえるように作りました。クォーツ編がねこの後何回か、動画出していこうと思ってるんですけど、楽しみにしていただけたらなと思います。それでは今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。